こちらあたりです。今回はアニメのみじゃわからないめぐみんの原作の設定などを解説していきます。簡単なプロフィールからそこそこの設定まで解説していきます。じゃあ早速いきます。高魔族のアークウィザード、強大な爆裂魔法を得意としています。ですが他の魔法は一切使えないし覚える気もありません。爆裂魔法はまともに食らわせればドラゴンや悪魔、神や魔王でさえも滅ぼしかねない人類に持てる切り札にして最終手段です。爆発系の魔法は複合属性といい、火や風系列の魔法の深い知識が必要です。なのでめぐみんなら他の属性の魔法くらいは簡単に覚えられます。覚えませんが。なのでね、爆裂魔法は別に火属性というわけじゃなくて風属性とかでもあるんですよね。なのでね、このファンで自分の希望は無属性魔法です。学生時代は優秀で頭が良く、少々男勝りな部分はあれど、面倒見が良く家庭的です。爆裂魔法さえなければ隙のない女の子でもあります。可愛い。学生の頃は米っ子の面倒を見ていたので、ほんと面倒見が良くて、意外とね、家事力も高いです。作る料理は家庭的なものが多いです。そしてめぐみんの財布には、ポイントカードやらクーポンでギチギチになってます。なんやかんや大物を討伐してきて、賞金も出て、カズマたちはお金持ちになってますが、めぐみんはお金をカズマに預けていて、カズマが渡したお金もほとんど実家に仕送りしています。映画を見た方なら特にわかりますが、めぐみんの実家はかなり貧乏です。なのにお金に執着がないのもやばい。普段からのあの感じで料理ができたり、クーポン持ってるっていうのがね、もう素晴らしく可愛い。そしてめぐみんの誕生日ですが、めぐみんの誕生日は12月4日です。このファンでも誕生日イベントはしたので、原作読んでない方でも、このファンをしてる方なら知ってる方も多いんじゃないでしょうか。はい、次年齢になります。めぐみんの年齢は物語の途中で誕生日を迎えているので、本編だと13から14歳になってます。本編初登場時が13歳、原作の4巻から14歳です。アニメだと2期の6話から14歳になってます。なので2期の5話までは13歳ですね。めぐみんの過去、学生時代が書かれている、この素晴らしい世界に爆炎王の範囲では12歳です。カズマたちと出会う約1年前ですね。めぐみんの身長ですが、これは約1年前のこのファンの CM で分かったんですが、爆裂散歩をカズマと始めた時点で148センチです。なので成長してても155センチ未満ぐらいだと思います。この身長を赤月先生が考えているかはわかりませんが、ちっちゃくてね、可愛いですね。爆裂魔法を打つとき、いつもめぐみんは杖を使っていますが、実は杖がなくても打つことはできます。杖は威力を上げたりすることができます。初めて爆裂魔法を使ったときは、杖なしの素手で打っています。なので、仮にね、連発ができて、それを杖なしでやったら、ドラゴンボールみたいになりますよね。めぐみんの格好ですが、実は原作の途中からデザインがね、若干変わっています。少しわかりにくいですが、多分見た感じ、1から7巻までは、お尻になんか可愛いのがついてるんですよね。8か9巻あたりからは取れてます。というかアニメデザインに近くなった感じですね。はい。よく見てみてください。初期デザインですね。どっちも大好きです。そしてめぐみんの装備品のローブやマント、帽子、杖、眼帯などはコーマの里を出るときにユンユン、アルエ、フニフラ、ドドンコからもらったものです。ユンユンからローブとマントと帽子、アルエから眼帯、フニフラとドドンコから杖をもらっています。なんやかんや友達をしていますね。ユンユンからローブをもらってる話は、このファンでめぐみんが話してますね。めぐみんをホームキャラに設定してる人ならわかるんじゃないでしょうか。アニメ1期第10話、原作だと2巻でめぐみんはウィズに爆裂魔法の威力で負けていますが、原作9巻でめぐみんはウィズと威力対決をしたと話しており、見事勝利したみたいです。ウィズ自身が人間の時にはめぐみんほどの爆裂魔法は打てないと言ってます。でもちゃんとリッチーになったウィズにさえ勝ったので、正真正銘の天才ですよね、めぐみんは。爆裂魔法一筋っていうのがありますけど。そして同じく9巻では栄唱なしで爆裂魔法を打てるようになっており、栄唱なしの爆裂魔法を披露しています。カズメグ、アニメの映画の範囲では原作だとめぐみんはカズマに好きと言っています。ただガチの好きなのかはこの範囲だとまだはっきりしてない感じです。アニメでカットされてしまったシーンはぜひいろいろね知っておいてほしいです。この好きって言ったシーン以外にもね最高のシーンはいっぱいあります。映画は原作だと5巻になるんですが、5巻ではめぐみのアタックが徐々に始まりますね。ほんと原作読みましょう。また今度配ります。めぐみはパーティーの中でも一番仲間思いです。学生時代は自分でもここまで仲間を大切にするとは思ってなかったと言ってます。この仲間思いというのも人気の理由の一つですよね。ギルドにいる他の冒険者のことも米っ子へ送った手紙にはベタ褒めしていたりします。映画のとこでも知ってますけど、この手紙で褒め散らかしてるのはねめっちゃ可愛いですよね。アクセルに来た時爆裂魔法しか使えないことでなかなか仲間ができなかっためぐみ。そんな中カズマと出会ったので、かなり大切にしてる感じですね。アニメ1期の OVA でその回想シーンがあります。めっちゃお気に入りシーン。一応仲間になりかけた人たちも実は今
ますが、その人たちはオートに行くみたいで、アクセルを気に入っていためぐみんはパーティーに誘われましたが断っています。そしてカズマたちと出会う数日前にめぐみんはある悪魔2人を討伐しています。1人はカズマとアクアがアクセルに降りた直後に倒しています。というのもアクアが地上に降りた影響で悪魔が油断したというのもあります。ものすごい魔力がね、なんかワーンってなった感じですね。だからアクアがいなかったらもしかしたらめぐみんは負けていたかもしれないという。いいわ。もう1人はこのファンで米粉のスタンドみたいになってるホーストです。ホースト戦には上で言った、仲間になりかけた人たちと一緒に戦っています。爆炎の話なのでぜひ読みましょう。今度配ります。めぐみんはアニメ3期があれば、出てくるある盗賊団のファンになりました。その盗賊団の応援、手伝いなどをするため、めぐみんも盗賊団を結成しています。めぐみん盗賊団です。めぐみんの盗賊の学校はこのファンのストーリーでもイラストだけは出ています。いつかカードとしても出そうなので、期待したいですね。めぐみん盗賊団のメンバーはユンユン、アイリス、クリス、セシリーです。めぐみんはパーティーメンバーの中で一番レベルが高いです。レベルというのは顔とかじゃなくて冒険者としてのレベルです。顔もめっちゃレベル高いですけど、敵を倒すと経験値をゲットしてレベルが上がるわけですが、敵にとどめを刺したものしか経験値は入らないので、火力担当のめぐみんのレベルが一番上がるのは当たり前ですね。めぐみんのレベルですが、初登場時が6、規制討伐の時にレベルが上がったと言ってますが、何ぼかは言ってない。そこからリザードランナーの討伐までの間で一気に26になってます。デストロイヤーだったり、バニル、その他いろんな雑魚モンスターをめぐみんが一掃してたからです。そして原作5巻、映画の範囲では33、8巻でレベルが上がったと言ってますが、何ぼかは分からず、9巻でもレベルが上がってますが、何ぼかは分からず、そして13巻では40を超えたと言ってます。14巻でもさらにレベルが上がったと言っていますが、何ぼになったかは分かりません。ただめっちゃ高レベルですね。高レベルなので全体的にステータスがかなり高いです。ステータスには筋力、生命力、魔力、器用度、敏捷性、知力、幸運があります。原作の4巻でカズマよりめぐみんの方がステータスが高いことが分かってます。幸運以外はめぐみんの方が上ですね。アニメでは2期の範囲なんですがカットです。力も強くもともと短期なのでよく魔法使いですが素手で喧嘩しています。アクセルの街で一番喧嘩してるとも書かれてます。アクセルの強者に喧嘩をふっかけて勝利したり、カズマをバカにした冒険者をしばいたりしています。めぐみんマジイケメン。可愛いだけじゃないめぐみんさん。あとカズマの手をにぎにぎしてへし折りそうになったこともあります。カズマはパーティーで一番低レベルですが、一般人以上のステータスはあります。ですがカズマはステータスの上限が近いらしく、レベルが上がってもステータスがあまり伸びないみたいです。めぐみんはステータスの上限が近いとは書かれてないので、この書き方だと、カズメグが同レベルだとしたら、どのみちめぐみんの方が強いんじゃないでしょうか。わかんないですけど。あと逆にめぐみんにカズマはお姫様抱っこされたことはありますが、カズマがめぐみんをお姫様抱っこしてるシーンは原作ではないので、後日談でそこを見たいですね。カズマがヒロインでめぐみんが主人公とか言われてる理由もここら辺がでかいですね。原作めぐみはマジでイケメンです。カズマが鏡の前に立ち、レベルアップを重ねてきた俺の体もなかなか大したもんじゃないかとポーズをとっていたって書かれてるシーンがあるので、レベルが上がるともしかしたら肉体にも影響が出るっぽいですね。なので今日のサムネは詐欺じゃない。間違ってはないでしょう。ギルドで暴れて取り押さえる報酬としてめぐみんは3000エリスをかけられたことがあります。あと魔王軍の中でもめぐみんは賞金がかけられていたみたいです。アニメのみでもわかるかもしれないんですが、めぐみんは結構ド S でいじめっ子気質があります。なのでダクネスとはかなり相性がいいので、2人は幸せです。原作の画風を最初は綺麗すぎるとか、破壊しないとこのスバじゃないとか、思うかもしれませんが、自分も例えるならアニメはなんか落ち着いた画風なのに原作は少女漫画みたいやなとか思ってしまっていた時代もあります。でもそんな過去の自分をぶん殴ってやりたいと思うくらいには三島先生マジゴッドです。これはね、なぜか原作を読めばわかる。最初はアニメ画風が自分も好きでしたが、今は圧倒的に原作派です。でもアニメから入ったので脳のイメージはアニメなんですよね。だから読んでる時の脳内再生がアニメになっちゃうんですよね。アニメも全然大好きなんですが、可愛いですし、でも原作だなってなる時にやっぱね、挿絵があるというのが最高だなって思います。これは本当読まないとわからないかもしれないので読みましょう。もうすぐ配布します。はい、多分こんなところでしょうか。まとめきれてないところも結構あるかもしれないんですが、そこは原作読んで最終確認してくださいということで、料理ができて家庭的とかカズメグのこととか、めぐみが原作ではマッチオじゃなくてマッチョとか、ここら辺がね主な違いだと思います。この動画でめぐみをさらに好きになって原作勢にジョブチェンジしてください。バイバイ。